真撮る時の一番のポイントを教えてください。脱毛事情知りたいです。眠れないです。どうしたらいいですか？参考にしてるインスタグラマーさん知りたいです。気をつけてることは何？正社員なりたての頃お金はどう管理してますか？これは何の質問なの？こんにちは、上野ありさです。今日は今モルディブにいます。リッツカールトンに泊まってるんですけど、せっかくなのでちょっとお部屋のベランダバルコニー、もうここビーチで、ここがお部屋にあるプールになっていて、こんな感じのロケーションでですね、こっちがお部屋になっています。せっかくなので波の音を BGM にしながら今月の Q&A を答えていけたらなと思います。でスパゴですっぴんで、赤リップだけ塗ってちょっと化粧してます風には仕上げたんですけど、そんな感じで今日はちょっと南国からお届けします。本当はなんか朝ごはん食べながらとかも考えたんだけど、朝バタバタしてるしゲットレディも取らなきゃいけないので、夜今寝る前に撮っています。では今月もたくさん質問ありがとうございました。本当にまたねピックしていきたいと思うのでタイマーかけます。30分。すごい今回ももうめちゃくちゃ来た。めちゃくちゃ来ております。そうだ、これがね結構来てたんだよね。結婚式の会場雨天だった場合どんな仕様になる予定でしたかっていうのが、今回の Q&A 以外でも DM とかでも、これ雨だったらどうするつもりだったんですかみたいなの結構来てて、で結婚式についての Q&A はまたちょっと来月結婚式縛りでご用意しようと思ってるので、結婚式に関しては、そっちで拾っていこうと思うんだけど、これだけ答えるね。雨の場合は考えてませんでした。もう絶対晴れるってことだけで、雨が降った場合会場の前のテーブルとかがあったところにだけ巨大なテントを建てるって言われてたんだけど、そのテントの設営だけでプラス200万だったので、200万かかって雨でテントであんな可愛い櫓なのに意味なくなって、もうありえないんだけどってなって、だからじゃあもう雨降っても濡れますって言って、もうゲストにもう雨降ったら濡れてくれっていう前提で、あれが台無しになるのが無理だったからそれのジャッジを1週間前にするって言われてて、結構私2ヶ月前ぐらいからずっと天気予報見てたんだけど、結構その日だけずっと雨だったので、2週間前ぐらいから変わりだして晴れっぽくなってきて、で結局あんな晴天になったので、1週間前にはもうこれ多分晴れますねっていう感じだったので、でも晴れなくても、もしワンチャン雨が降ってももう200万とか無理だからなしでっていう風にお伝えしてました、プランナーさんには。次、写真撮る時の一番のポイントを教えてください。ライト、色味、ETC ってことで、写真を撮る時はライトだね。もう完全に自然光で、私の場合は自然光直で当たるよりも日陰だったりとか、あとフラッシュ、夜のフラッシュとかで顔が漏れるタイプなので、例えばみちちゃんとかは自然光とか、葵ちゃんもなんだけど自然光が当たってる方が好きなんだって。私は自然光が当たってるのがあんまり好きじゃなくて、雰囲気写真だったらすごいいいんだけど、結局人物は自分は日陰にいて自然光を向いてる方が一番顔が可愛く撮れるので、そう日陰のこともあるけど、でも雰囲気系はやっぱ自然光かな。夕方になってきたらもうデジカメでフラッシュを使って撮るとか、そういう感じにしてますかな。けどなんか今ってさ、生っぽい写真がすごいこの 3,4 年トレンドだから、昔はさ一眼で撮って加工してとかそういうのがすごい流行ってたけど、今ってもっと iPhone でとか、なんならもっと古いカメラとかでさデジカメとかで撮るわけじゃん。生っぽい方とかちょっとレトロな感じとかが流行ってるから、一概には言えないけど、私は基本なんかフラッシュも好きだし、自然光も光だね、とにかく。マイルズさんと将来こんなことしたいとか夢ありますか？一緒にビジネスしたいなとか。一緒にビジネスは考えてないですね。収入源は2つあった方がいいと思うから、一緒にビジネスっていうのは考えてないけど、ヨーロッパにちょっと、これずっと言ってんだけど、1、2年でいいからヨーロッパとか住んでみたいよねっていうのはマイルズとはよく話しています。脱毛事情知りたいです。脱毛は私12、3年前ぐらい、20歳21ぐらいの時に全身脱毛やって、生えてこないよ。なんかたまにちょっと薄い毛とか生えてくるけど基本生えてこないし、なんかすごいお肌褒められる、みんなにツルツルみたいなめっちゃ言ってもらえるんだけど、多分それ若い時全身脱毛したからと思うよって感じなんだけど、レーザー脱毛しました。なんかちょっとまだ入ってくる指毛とかはスムーズスキンで脱毛したりしています。お家だったらね。よく T シャツを買うブランドは、 T シャツは結構私デザインで選ぶのであんまりここっていうのはないかも。なんか出会いかな。 T シャツに関しては出会いが多いかもしれません。初めての海外旅行はどこがおすすめですか？韓国、グアム、タイ、バンコク、バリもいいねとかじゃないかなと思います。好きな食べ物は何ですか？私これね、私好きな食べ物ないの。それよく言うんだけど、炭水化物大好きで食べ物がすごい好きだからなんかこれが大好きなのとかいう食べ物、結構基本好きな食べ物が多くて、
だけどなんかちょうど今日ね夜中華だったの、ホテルで気づいたのが天津が一番好きかもで最近気づきました。ネイル可愛くていつも参考にしてます。ありがとうございます。いつもご自身でネイルのデザインを考えてますか？はい、自分で考えてます。あとなんかインスタとかで見た可愛いネイルとかをちょっとアレンジしたりとか、だから基本どっかから引っ張ってきたのをアレンジしてやったりとか、今回ヘイリーの真似なんだけどこういうネイルしてたからこういうの可愛いなとかやったりして、基本自分でリクエストをしています。あ、ちょうど今のネイル見せてくださいって来てた。こんな感じのちょっと青みピンクにミラーパウダーでツヤ出ししてます。ラブルでやってもらいました。あ、眠れないです。どうしたらいいですか？眠れないのか。私も時差ボケの時とか結構眠れない時あるんだけど、ベッドに入ってんのに寝れないのってマジで辛いよね。もう目つぶるしかないんだけど、CBD 取ったりメラトニン取ったりナチュラルな薬っていうの、ハーブ系だよね、メラトニンとかだったらに頼るとかじゃないかな。けどそれ癖づいても良くないと思うし、あとはなんか朝早く起きると絶対夜必然的に眠れるので、どういう種類の眠れないか分かんないけど朝早く起きると眠れるっていう当たり前なかなと思います。参考にしてるインスタグラマーさん知りたいです。日本のいません。すいません。滝巻さんが大好きだけどインスタグラマーで参考にしてるとかはあんまりいなくて、海外とかだと結構ちょこちょこいるけど前も答えたりしてたけど、日本だと友達とかしかフォローしてないかも。あんまり別れた元彼のインスタは外しますか？私元彼がいないので分かんないんですけど、別れ方によるんじゃない？分かんないけど外すんじゃない？次に自分が彼氏ができた時に自分の彼氏に元カノフォローしててほしくないし、それの準備として外すかな。海外に興味を持ったきっかけは何ですか？大好きです。ありがとうございます。小学5年生の時にジャネット・ジャクソンのライブに行ったのね。東京ドームに来日した時があって、その時にジャネット・ジャクソンを見てかっこよってなって英語話せるようになりたいって思ったのがまず最初で、その後中学2年生の時に家族旅行で LA に行ったの。初のアメリカ本土だったのね、ハワイとかじゃなくて。そこでもうなんか超カルチャーショックを受けて、私は絶対ここに将来住みたいみたいな思って、その時はね、そこからかな。だから中2で LA 行った時から海外セレブとかにももともと興味あったけどもっとハマって、プリチョーとかも全部ブリトニーとかパリスとかヒラリー・ダフとかジェシカ・シンプソンとかそういうのをプリチョーとかに貼ったりとかして、もう海外セレブが大好きだったから、大好きになり始めたのがこの中2の時とかかなって感じです。結婚式系のね質問が多いのでそれは飛ばしますね。大好きな彼と結婚していいのか迷う時があります。結婚して幸せを感じる瞬間はどんな時？大好きな彼だったら結婚してもいいんじゃないかなって思うけど、結婚っていうことにとらわれなくてもいいんじゃないとも思うかな。私は結婚したかったし家族になりたかった。とにかくだから結婚ずっとしたくてやっとできてみたいな感じだったんだけど、結婚して幸せを感じる瞬間、確かにね、結婚をしてってなるとなんだろう。でもやっぱり私はこの人とずっと添い遂げられるんだ一緒にとか、どんな時もこう味方でいてくれるんだとか、ふとした瞬間にめっちゃ愛おしくなったりとか、それってでも結婚してなくてもあるけど、なんかだから保証だよね。結婚って結局政府の取り決めだし、私はこの人と最後まで一緒にこうやっていったり、今楽しみなのは一緒に家庭を持っていくんだとか、なんかそういう楽しいこととか未来のこととか考えると幸せだなと思います。だから結婚に対してそんなにハードル感じることはないかも。なんかマジで何も変わんないからって感じ。私は彼に喧嘩の時に会話をしてと言われたのにどうしても感情的になってしまうこと、彼の行動を当たり前に思ってしまったり彼に期待してしまいます。付き合う上で気をつけてることは何ですか？めっちゃわかるって感じなんだけど、でも自分でこれ分かってるじゃん。この会話をしてって言われたのに感情的になってしまうし、彼の行動に感謝してるのに当たり前に思ってしまうし、期待しちゃうわけだから、自分の反省点が分かってるから、自分はそこをやっぱ直してあげないといつか彼に振られちゃうかもしれないし、それに愛想つかされて、やっぱ彼のことが大事なんだったら自分がされて嫌なことはしないように心がけたりとか、だから付き合う上で気をつけてることっていうのもそうだし、私は友達関係でもそうだけど、自分がされて嫌なことはしないように気をつけてるかな。それって自分のさじ加減ではあるし、自分が良くても相手が嫌だったりすることとかもあるから人それぞれだけど、私は自分基準でそこは考えてるかも。これ確かに私自分やられたら嫌だなって思うことはやらないようにしたりとか、そんな感じですかね。正社員なりたての頃お金はどう管理してましたか？貯金など。
結構お金の質問来るんだけど、正社員の時とか別にもう手取りとか超少なかったからちょっとはしてたけど、ほんとちょっとだよ。何十万とかしてたっけ。それも何十万とかもなかったかもね。実家暮らしだったしね。けどなんか稼いだだけ遊んでた気がする。全部使っちゃってた気がするよ。もちろん貯金はあった方が、私は旅行が好きだったから貯めたものをすぐ旅行に使ってお金を経験に変えてたタイプだったんだけど、それが別に物でもいいと思うし、稼げるようになったら勝手に貯金できるから、お金の余裕って心の余裕につながるから、どんどん貯金がさなくなっていくと心に余裕がなくなっていくじゃん。私そうだったんだけど、だからその心の余裕が保てるぐらいはあった方がいいかもだけど、正社員になりたての時とかだったらなおさらまだまだ若いし、ここからなので経験にお金を使ったりとかする方が貯金より価値があるんじゃないかなって私は思います。旅行で生理かぶるときどうしてますか。これ昔もなんか質問来た気がするんだけど、向き合う普通にタンポン入れたり、吸水ショーツも持ってきてる。夜は吸水ショーツつけて手洗いしてとか。でもスピルとか飲んだことないからもう普通に向き合います。最悪かぶったわっつって向き合う。リゾート地行く時の必需品、かっこよく小麦肌になるための日焼けの仕方など教えてください。リゾート地行く時の必需品はさらっと羽織れるワンピース、ウーファスの B3、サロン、水着の上から腰に巻くサロン、 GoPro、 日焼け止めは SPF50 と30を持っていきます。で50は肩とか焼けやすいところとかにどうせ塗っても焼けるから塗って、焼きたいところ、足とかってさ、なんか腕ばっかり焼けて足があんまり焼けなかったりするから SPF30 を足に塗ったりとかして、日焼け止めはもう1週間ぐらいの旅だったら1本使い切る気持ちで持っていって本当に使い切ってます。サングラスと帽子も絶対に必需品。あとはアビブとかのスティックタイプの日焼け止めはやっぱ上から塗り直せるので必需品。日焼け止めは結構必需品かな。なんだかバッドな日が続いてる時、有沙さんならどうしますか。梅雨はね大変だけど、外に出る、太陽を浴びる。晴れた日にカフェに行ってコーヒーを買って、コーヒー美味しいとか晴れてるとか、そういう小さな幸せを見つけて、ダメだ悪い日が続いてる、持ってかれてるって時はもうダメだっていう思考で、小さい幸せとか小さい好きなことを足を運んで心も向けて、その時だけでも気分が良くなるじゃん。その気分が良くなってる自分に気づいた時に、なんかそれ結構 Vlog とかでもたまにあるんだけど、私今鼻歌歌ってるわとかそんな人間って単純なものだと思うから、なんか小さい自分の気持ちよくなることをするようにしています。23歳です。周りが結婚出産ラッシュ、彼いますが私だけ来年ワーホリ。有沙さんは周りがラッシュの時どうメンタルを整えましたか。また比べて落ち込むことはありましたか。私ラッシュってそんなになかったかもな。あんまりみんなパラパラとって感じだったのと、23歳で結婚出産は、早いも遅いもないけど私的にはちょっと早いねっていう感じなので、全然それはめっちゃラッキーなことだしいいことだと思うんだけど、周りの人たちはね。ただそこと比べて23歳で焦る必要は全くなくて、だって23歳って2000年とかでしょ、生まれたの。この間です、2000年って。なのでもう本当に焦る必要はなくて、私は周りラッシュとかなかった。落ち込むはなかったかな。あんまり自分の人生が幸せすぎて周りと比べて落ち込むことって私あんまりないかも。私は本当に幸せなのだからあんまりないんだけど、ワーホリ絶対いいと思う。ワーホリは年齢制限があるものだし、絶対ワーホリ行った方がいいと思う。彼氏がいようといまいと23歳でしょ。世界を見てきてください。楽しみにしています。自己分析のポイントとかありますか。私ね、自己分析ね結構性格的にするんだよね。結構なんかさ、動画とか自分でさ確認とかしててもさ、自分でやったことにすぐその後突っ込んだりとか、自分を吐き出してこれを見る機会があるから多いからなのかわかんないけど、私結構自己分析しがちで、昔からした方がいいと思う。ずっと痛い人みたいな感じで痛くないし、周りがさ優しきゃ教えてくれるけど自分の間違ってることとか、それって優しさだから教えてもらえない場合も多いから、やっぱ自己分析でもポイントとかわかんない。もう性格かな。結構私自分のこと客観視してるかも。自分大好きだし自分の人生最高って感じだし、もう本当に最高だけど、仕事とかに関しても結構客観視っていうか感情的になることもあるけど、落ち着いた自分が自分を見てるみたいな感じかもしれない。ちょっと何言ってるのかよく分かんなくなっちゃったけど。本当にお金がない留学生です。日本人海外在住。大変だね。有沙さんもお金がない時代ありましたか。ありましたよ。お
金がないっていうか貧乏とかっていうよりか普通にマジ金ないみたいな毎日言ってるぐらい学生時代とかバイトしてお金を全部旅行に使ってたから、またなくなってまたバイトしてまたなくなってみたいな。だから全然お金がなかった。し、自分的にはその価値観が結構ベースにあるかも。その時代っていうか、多分世間から見たら無駄遣いって思われてる私のお金の使い方とかもあるのかもしれないけど、自分の中ではそこに価値があるし、例えば細かい、すごい分かりやすくて細かいことで言うと、駐車場の最大料金がないところは止めないとか、例えば今の自分の収入からしたら最大料金とかを気にしなくても正直いいはずなの。だけどでももったいないし、最大料金がないところは止めないで最大料金があるところ遠くても止めに行ったりとか、それって普通に当たり前のことだけど、お金持ちの人たちとかってそれしてない人とか、なんか水のようにお金を使う人が結構周りに、特に男性とかって多いから、私は全くそれはないかな。これでこんなすんの高っとかいうのもやっぱりまだ全然その大学生の時のお金のベースの考え方で生きてるから、確かに旅行にこんだけお金を出せるようになったりとか、大学の時はトラベルコちゃんとかで格安ツアーとかで予約して行ったりしてたし、パッケージのけど今はこうやって好きなところに来て、今回はお仕事も兼ねてだけど自分で旅行行く時もいいホテルに泊まったりとか、そもそもねそれもそうだし、一緒にそれができる友達がいるってこともめちゃくちゃ恵まれてることなんだけど、そこはそこで節約できるところ節約できるところで節約するみたいな考え方なので、水のようにお金を使うことはないけど、お金がない時は私も全然あったから、大学生の時だね特に。でも海外にこれ今円安で海外に住んでると本当に大変だと思うけど、でもそれこそ私の YouTube に出てくれたしんいちくんも1日1ドルだったか5ドルだったかの生活をねしてたの、ずっとニューヨークに行ってから。だけど今ああやって活躍したりとか、その時代を懐かしめるようになるから絶対大丈夫だから、いい経験をしてると思って、それ今も楽しめたらいいんじゃないかなと思います。海外によく行かれていますが、入国審査とかで止められることはないのか気になります。ないですね、入国審査で止められること。一つの国に何回もってよりいろんなとこ行ってるからないのかも、逆に。逆プロポーズするので応援してください。頑張ってください。楽しみだね。最高。自分でプロポーズだったらさ、ちゃんとさ動画もセットしたりさ、いろいろできるよ。そういうところを考えちゃうんだけど、心からの気持ちをぜひ伝えて成功することを祈ってます。これね、メイクとかで自信を常に持てるように日々研究をしたりしてますが、 TikTok に動画を上げたりする勇気が出ません。でもアリサさんみたいになりたいです。どうやってその一歩を踏み出そうか日々悩んでいます。アリサさんならどんなきっかけを作って発信しますか？バズってもない人がメイクの動画を出したらおかしくないか、需要はあるのか、私のことを知ってる人たちの周りの目を気にしています。やらなきゃダメだね。それはやりたいってちょっとでも思ってて、しかもコンテンツがあるわけでしょ。そしたら絶対やった方がいいし、最初は多分みんなそうだと思うな。最近のなんか TikTok とかインスタとかでバズった人とかってなんかやってんなって多分周りに最初は絶対思われてるし、けどそういう人たちが人気になってとかするわけだし、みんな最初があるんだから、多分周りの目とかもさ、なんか私の時代って雑誌とかだったからまたちょっと違うじゃん。雑誌に出るのと多分自分発信で何かをコンテンツを上げるってまた今の時代って違うんだろうなとは思うけど、前も昔のインタビューとかでも答えたんだけど、なんか違うことをやって最初はなんか周りにちょっと笑われたり周りの目を気にしてても、結局自分のことだから自分がやりたいならやるべきだし、周りが最初クスクスってしてても、そのクスクスされてるあなたに対して周りが慣れていってくれるから、こっちが気使う必要ないんだよね。こっちが慣らさせる必要はないし、向こうが勝手にこの変わった自分に慣れてってくれるから、それを待つしかないから、もうそんな周りの目なんて気にせずに発信したいことがあるならやっていくべきだと思います。応援してます。飛行機が乱気流でめちゃくちゃ揺れたことありますか？あんまりないかな。この間のスペイン行く時ちょっと揺れたぐらいで、そんななんか怖いみたいな思いはしたことないんですけど、これは何の質問なのって思ったら終わりましたなんか今日さ、私ちょっと頭回ってなくない？いつも以上に2個ぐらい答えようかな。1個は妊活はいつ頃されますかって来てるんですけど、放っておいてください。本当にタイミングが来たらしますし、できたら言いますんで放っておいてください。じゃあ最後の1問。私はウェディング控えてないけどやってよかった美容医療ナンバーワン聞きたい。ナンバーワンは糸リフトです。絶対糸リフトです。どう？まだ効果ある気がする。ここが変わったよね。ここ変わった気しない？東京ヒルズクリニックで糸リフトをしたんだけど、もう何にも感じないぐらい、もうこうやってやっても大丈夫なぐらい何もないんだけど、マジで糸リフトは変わったと思う。自分のさ輪郭とかって自分で見れないから気づきづらいじゃん。そんな
はずなのに自分ですごいって思うぐらいマジでやってよかったし、なんか私のを見て周りで何人か行った子がいるのね、東京ヒルズクリニックに。みんなマジでやってよかったっつってた。糸リフトが一番やってよかったです。はい、そんな感じで、今回もたくさんの質問ありがとうございました。そしてもう全然拾えなくて本当にすいませんということなんですが、毎月ねこれは恒例の企画ですので、ぜひぜひ来月も質問お待ちしてます。来月は結婚式縛り、結婚式の Q&A という感じで、やっていきたいと思うので、ちょっと総額おいくらかかったかなどもお伝えしようかなしないかななんて考えてますので、ぜひ次も楽しみにしていてください。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。